皆さんこんにちは、かっちゃんです。新玉。ということで、今日は新玉ねぎとお手軽に買える豚こま肉を合わせて焼いてたった5分煮るだけ、トロットロの新玉ねぎにジューシーな豚こま肉が美味しい新玉ねぎと豚のトロトロ煮を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料は豚こま切れ肉 200g、新玉ねぎ第1個 250g、その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。新玉ねぎ第1個 250g の皮を剥きます。では皮を剥いたら頭の汚れた部分と芯を残すようにして根元の汚れた部分を切り落とします。では汚れた部分を切り落としたら根元に包丁を入れて縦半分に切り、さらに根元に包丁を入れて半分に切ります。ではこれをさらに半分に切り、1個8等分に切ります。根元に包丁を入れて切ることで綺麗に8等分に切ることができ、玉ねぎがばらけることなく形が残ります。豚こま切れ肉 200g に酒大さじ1、塩小さじ4分の1、片栗粉大さじ1を振り、豚肉に調味料を揉み込み混ぜ合わせます。調味料を揉み込み混ぜ合わせたら、豚肉を一口大に手に取り、手でぐーっと握って平らな円形に形を整えます。で、豚肉大きい場合は手でちぎってまとめながら一口大の大きさに形を整えてみてください。形を整えたら表面に片栗粉をまぶします。豚肉の表面に片栗粉をまぶしたらフライパンに油をひいて中火で熱します。はい。ではフライパンと油が温まったら玉ねぎの断面を下にしてフライパンに並べ入れます。では玉ねぎを並べ入れたら空いたスペースに豚肉を並べ入れます。では並べ入れたらそこに焼き目がつくまで焼きます。はい。では焼き目がついたら豚肉、玉ねぎともに裏表を返します。では返しておいたら半面にも焼き目がつくまで焼きます。はい。では返して加熱し半面にも焼き目がついたら水 150ml、醤油大さじ1、みりん大さじ1、砂糖大さじ2分の1、だしの素小さじ2分の1を加え調味料を合わせ火にかけて煮立たせます。はい。では煮立ってきたら火力を弱めの中火に落としてアルミホイルなどで落とし蓋をし5分ほど煮汁が3分の1程度になるまで加熱します。はい。では今5分ほど加熱してこんな感じで玉ねぎもトロトロになり煮汁が3分の1程度になったら OK です。もしまだね玉ねぎ硬いとか少し煮汁多い場合は最後に詰めて調節してみてください。では加熱し終えたら完成なので取り出してお皿に盛り付けます。OK。はい。ではこんな感じで焼いて短時間で煮るだけで柔らかな豚こまとトロトロの新玉ねぎがめちゃくちゃ美味しい新玉ねぎと豚のトロトロ煮の完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回は旬の新玉ねぎとお手軽な豚こまを使って焼いて短時間煮るだけで
トロトロに仕上がる新玉ねぎと豚のトロトロ煮を作ってみました。それでは本日は辛口ゼロボールで乾杯。乾杯。ゼロうま。じゃあ早速いただきましょう。新玉ねぎが旬でスーパーにもたくさん並び始め美味しい時期になってきたので、今回はお手軽な豚こまと合わせて短時間でトロトロに美味しく仕上がるトロトロ煮を作ってみました。じゃあまずこのトロトロの玉ねぎからいただきます。じゃあいただきます。とろりんちょ。めっちゃトロトロ。あと表面に焼き目をつけたら落とし蓋をして短時間加熱するだけで、本当生でも食べられる新玉ねぎなので短時間でもトロトロの状態に仕上がり、プラス甘みがぐっと引き立ってとても美味しく食べられます。じゃあ豚肉もいただきます。豚こま肉にはあらかじめ調味料や片栗粉を揉み込み、さらに片栗粉をまぶして焼くことによって肉汁や旨味が外に逃げず、しっとり柔らかジューシーに仕上がります。ちょっとこう握ってボール状にすることによってあと塊肉を食べているような感じで、安価に買える豚こま肉でもしっかりとボリュームが出て美味しく仕上がります。外側に片栗粉をまぶしてあるので、最後一緒に調味料と煮込むことで豚肉に調味料がよく絡み、とても美味しく食べられます。調理工程も焼いて短時間、ほんとたった5分煮るだけで簡単に美味しく作れます。結構塊肉を使ったりすると柔らかくするのに時間がかかったり、どうしてもこう煮る時間が増えてしまうんですけど、豚こまプラス旬の新玉ねぎを使うことによって短時間で美味しく作れます。ではこの玉ねぎと煮汁をね、オンザライスして一緒にいただきます。めちゃくちゃ合う。で醤油ベースの和風な味付けで豚肉から旨味も出ていて玉ねぎの甘みをぐっと引き立っているので、ご飯ともめちゃくちゃよく合います。あと安価に買える豚こまや旬の新玉ねぎでがっつりご飯によく合う美味しいおかずが作れます。で新玉ねぎも今回芯の部分を残して切ることによってこんな感じで新玉ねぎの形が残っているので、もうそのままガブッと食べて食べ応えもしっかりとありますし、ちょっと切り方を工夫することによってお皿に盛り付けた時のすごく見栄えもいいので見た目も綺麗に美味しく食べられます。ということで今日は新玉ねぎと豚こまを使って短時間で簡単美味しく作れるトロトロ煮を作ってみた動画でした。味がよく染み込んだトロトロの新玉ねぎにしっとり柔らかジューシーな豚こま肉がとても美味しいレシピになってます。お手軽で買いやすい豚こまと旬の新玉ねぎ、調理時間も短時間で簡単美味しく作れるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ。トロトロー。新玉は生もいいけど煮てもいい。